チェンバーボーン。アップデート7。未来を見据えてお宝池周辺の開発プロジェクトを発足し低階層マンションお宝を建設した我らがビーバー。先んじて行われた水源一元化工事で貯水池の貯水も完璧。もう水不足に怯える心配はない。さらなる開発を進めるぞー。まずはガタガタしてる貯水池をきれいにするため、埋め立てたり掘ったりするぞー。開幕しょっぱな無駄工事。一応蒸発する範囲を減らす効果もあるよ。多分じゃねえか。さて頑張って伸ばしたシャフトもあるし、ここに劇場ことやる気出るという無を建設。残念動力が足りてない。糸かなし。思い切って水車を構想化しようかと考えるも、景観のダサさとコストの悪さで断念。もともと高い位置にあるから、ここに作るとかなりの巨大建設になっちまうぜ。仕方ない、下流の適当な場所に増設しましょ。これならコストもかなり抑えられるな。古軍奮闘重力バッテリーさん。頑張れー。はっはー。水面が波打って汚水のミストとか散ってそう。直ちに影響はなーい。おいちょっと待て汚水溢れそうじゃね？水路幅広げただけだし平気でしょ。さて汚水が放水できる今、不要な水門を撤去して、念のため下流の水門は全開放っと。水車が回るなら水位はさほど問題なし。汚水の放水施設のおかげで汚水の管理も楽々。あれ？やっべえ、汚水漏れてるおいおい植林場の方に流れてるぞ。水門を閉じて流量の調整を、って今壊したんだった。終わった？ビーバー、急いでここ塞いでー。汚水を浴びたら病気になるから気をつけて作業してくれ。汚水の勢いが収まってきてる。今のうちに一気に工事を進めろ。以前水位は高いままだが、なんとかギリ触れずに工事できております。私の丸太が植林場壊滅と同時に無情なる干ばつ警告。霧がなーむ。この植林の失敗は貴様が取れー。こら森番の詰め所に八つ当たりすな。川もないしもうここは廃止。私何も悪いことしてないのに葉っぱの爆破でストレスも爆散。そして葉っぱして思う、なんかこの形気に入らないと。おい。すまんやっぱり埋め直して。ただでさえ無駄工事臭漂う工事なのにさらに無駄工事させる鬼の所用。などとやらかしつつも水車増設工事を再開。汚水の水位低下、安全確認用をし。掘った穴にジャストフィットで水車を設置。初期の植林場壊滅したので、下流の植林場の業務状況を確認。木々が成長してるが伐採が間に合ってないので、木こりの起点が追加された。水車増設は上流と同じように、左右に気体制にすることにしました。動力過剰になるがどうせまた施設増えるしな。先行投資。干ばつ中は枯れたりと微妙な場所だったけど、今までありがとうございました。枯れた木々に感謝の祈りを捧げ、防水フロアで押しつぶした。ここの再開発もそのうちやらないとだね。だな。干ばつ30日が来たぞー。まさかのハード難易度最長の干ばつ、いきなりラスボスエンカウントだ。前のサイクルで水源は一元化され貯水期間も9日もあった。条件は悪くない。1ビーバーかけることなく生存するぞー。だが前回お漏らししたのでお宝池の貯水は微妙。生き残れるか微妙なライン。崩壊した植林場、片付けたら綺麗な緑地だったので再度植林を再開。詰め所のビーバー無事復職。多分トンネルの水路の影響で緑地なのかな？多くなら干ばつ耐性15日あるから、水路枯れても多少は安心。無職がおったので建設作業員増員。いつの間にか小屋もだいぶ増えたな。シャフトをニョキニョキ。これで不足気味だった動力も回復、動力バッテリーさんも復活だぜ。土砂の在庫がなくなりました。100% お前の意味のない貯水池工事のせいだな。あれは意味あるから、多分じゃねえか。土砂がないなら追加で掘ればええじゃないか。お宝池隣で土砂採掘機増設プロジェクトが始まった。さあここを葉っぱで吹き飛ばし、土砂採掘機を設置するぞー。必要以上に増えた建設ビーバー、完成の暁にはこの中の何匹かが危険な採掘作業送りになる。はっはー。整地完了、採掘機を設置せよ。採掘機前には土砂いっぱい保管できるように資材置き場も完備。一つ180しか保管できないので量は微妙。運搬員の拠点を潰して管路の駅を設置。これで通勤しやすい環境になるかな？建設作業員も土砂取りに来やすくなるな。運搬員の拠点は干からびた端っこに左遷だ。まああいつらいつも荷物運んでて、拠点に戻ること少ないしな。ずらっと並べて向こうの採掘機は停止して、ここで一括管理するつもりがなぜか設置できないけん。どうしたバグったんか？必要な範囲は確保できてるのになんでだろ？
この時点で気づいた君はビーバー上級者だ。ドルルルルルルルじゃん。正解は下に空洞があり、これが邪魔で建設不可でした。どうせ掘るんだから穴開いててもいいでしょ。仕様です。しゃあない設置できない場所には甘露の駅でも建てよっと。もっと採掘機置くはずが微妙。やっぱなんか気に入らねえ。せっかくビーバーたちが採掘機に完成させてくれたのに、こいつもろとも一気にぶっ壊しやがった。再設計じゃ。さあダッシュで瓦礫を片付けるのだ。すまんビーバーまた作り直しだ。やっつけ仕事から真面目に再設計する方針に変更し、まずは資材置き場を3階建てにすることにしました。こうなると階段が必要だな。こんな感じになりそうろう。甘露の駅から簡単に上り下りが可能な設計。ビーバーたちよ、再建設始めるよー。爆薬も用意して追加の採掘機設置も諦めてないレイムノズ。下の空洞調査中に気づいたんだけど、この前作った駅めちゃ遺跡と距離近かった。階段一つ追加しただけでスクラップ採取が超楽になった。で今鉄は倉庫いっぱい寸前まで在庫あるので、工場が止まらないように空いてる土砂倉庫にねじ込みましょ。そっちの採掘機は停止予定だしな。どうしてビーバーはハマってしまうのだろうか。資材置き場に入り込み、お座りしてサボるビーバー。はよ職場復帰せい。駅完成まで出れそうになかったので、階段設置して救助されました。土砂採掘機をもっと置きたいんじゃー。はい爆破ミスで設置場所確保失敗。縮小。荒ぶった、心を癒す、スクラッチャー。一句できたな。平静を取り戻したことでやる気出るトリウムの建設忘れを思い出す。建設のために動力増強したのに忘れる、短すぎる記憶時間、これが悲しいビーバー脳だ。そしてまた、ハマる？ほんと学習しねえ奴らだな。甘露に詰まった。甘露の上で立ち往生されると建設できないので、横に足場を作ってどいてもらいました。無事生還。やる気出るトリウム、完成だー。ビーバーたちよ、1000ビーバーたちの奇跡を胸に刻み、明日への労働意欲へと変換するのだ。初日公演はご覧の通りの大盛況でした。ビーバーの幸福度も39まで上昇。だいぶ上がってきたな。幸福度ボーナスも乗って能力向上もいい感じ。寿命も伸びるからまたビーバーの数も増えるぜ。でもそんなやる気出るトリウム、つなぐシャフト工事するので本日の公演は中止です。初日公演が見れたビーバーはラッキーだったな。土砂採掘機が設置できない。下の空洞の川を避けるように整地したが、よく見ると穴から道が。もしかして原因これ？試したら道を消せば設置できたけど、これはこれで使いそうだし他に建てよう。原因は空洞ではなく道、間違いを訂正いたします。てなわけでシャフトまた作って。二度手間。見た目ちょっと気に入らないけどこっちを整地してここに設置しましょ。ここなら下に邪魔するものなし。以前湖の底下げ工事で撤去してそのままだったシャワー、ここを埋め立てて設置するぞー。オラたちの村にシャワーが帰ってきた。サクッと葉っぱして採掘機設置。これで旧採掘現場のと合わせて合計5機体制だぜ。まあ向こうは補助でこっちをメインにするつもりだよ。シャフトをどう繋ぐか考えずに設置して困り、やる気出るトリウムの下から取ろうと試作。残念そこは土だ、シャフトは繋げん。糸悲し。採掘機にてこずる中シャワーズラーが完成。久々のシャワー。これは見事なビーバーズラー。なんかキモい。しっとり潤って明日も仕事に励んでくれ。今日も一日お疲れ様でした。シャワーでさらに幸福度アップ。シャフト工事も劇場の側面からなら動力持ってこれそうだな。見た目がちょっとあれだけどとりあえずこれでいきましょ。そしてシャフト工事中に気づく、なんか動力足りてないなと。おいここんところ青くなってない、動力繋がってないぞ。しかしそれに気づかず追加で水車の工事を始める私。注意力の足りない悲しきビーバー脳であった。前の追加工事の時みたいに汚水が溢れたら嫌だと、事前に溢れそうなところを補強。少しは学習していたビーバー脳。汚水川に飛び込まないで作業できるように橋を設置。お得意の橋の上からぶん投げ工法。ビーバーたちの美意識向上のため、マンションお宝の周囲を装飾中。細かいところでビーバーの幸福度アップだぜ。駅から出たところに雨に濡れないように屋根を設置。この世界雨降らんがな。じゃ日よけ。適当だな。ここシャフト繋がってないじゃん。汚水川の河川工事が結構進んでから気づいたのず。ここシャフト工事するとビーバーハマるから後でやろうとして忘れてた。面倒になって工数が増えるが足場で道を作り、ビーバーがハマるのを回避する工事をすることにした。
100%、丸太は持ったかビーバーズラー。白麗建設ならあなたの家に水車を即日お届け。家に水車届けんな邪魔だ。無事動力の供給量が需要を超えました。追加工事しなくても足りてたな。それは言わないで。へっへ。干ばつ発生12日目でお宝池が陥落。シャワーが止まった。このままじゃビーバーが汗臭くなるぞ。追加水車分、完成だ今度はしっかりシャフトも繋がったな。動力はこれで1000くらい余裕ができたかな？だな。じゃこっちの土砂採掘機を止めまして、新しい方をメインで採掘を始めるぞー。こっちの方が効率良さそうだし、これでがっつり土砂で地形改善ができそうだ。マンションお宝にさらなる娯楽施設を併設だー。おおこれは風洞、ビーバーが宙に浮くエクストリーム体験施設。シャフトはご覧の通りのごっちゃり設計。うっかり触って挟まれないようにご注意ください。こらー、動力足りてるのになんで回してんだー。水車の動力供給により、すべての奴隷棒勤務ビーバーが解放された。他で働きなさい。土砂の安定供給が確保されたので、貯水池の整備を再開。お得意の効果があるかわからないが、水位を段々にして蒸発を減らす工事。そうそう植林場の運搬効率悪そうと感じてたけど、面倒で放置してたの思い出した。おい。がっつり感度で効率アップだー。ではこんな感じでおなしゃーす。現状これ繋いでも工業区との距離は結構あるんだよな。そのうちこっちに大きな工場作った方が良さそうだね。さあ建設ビーバー、職場の真裏だ。サクッと施工で観光しろー。普段の工事現場への移動も楽になるように、ここにも駅建設しときましょ。適当な空き地に建てた作業員の小屋だったのに、なんかがっつり整備されてきたな。お宝池風洞、オープンだー。宙を舞う愛らしいビーバー。下はお宝池なのでうっかり落下しても大丈夫な安心設計。いや今枯れてるから全身すりむくぞ。そうだった。大繁盛でどんどんビーバーたちが押し寄せております。麦わら帽子が飛んでかないか心配。頭に直接縫い付けてるから平気だよ。そっちのが怖えよ。貯水池改造工事の進捗はこんな感じ。なんかそれっぽい形になってきたな。土砂いっぱい使えるって素晴らしい。無駄に立派に作った排水用の水門、微妙に位置が気に入らないので綺麗に作り直しましょ。一度も使ってない立派な水門をここぞとばかりに無駄工事。植林場の管路駅が完成。キラキラ光る管路にたくさんのビーバー、いい感じに使ってくれてるな。作ったものを使ってくれるとやっぱ嬉しいね。だな。そして土砂なくて植林場の拡張を断念してたことを思い出す。無駄な水門工事より先にこっちやれよ。ごめんちゃい。ではこんな感じでおなしゃーす。これもかなりの土砂使うぜ。じゃ旧土砂採掘機も回して5機体制にするよ。一度は撤去したものの復活させた植林場。ここの緑地この干ばつでもまだ緑のままか。貯水池への水路が枯れるまで水があるから、何気に緑地を維持しやすい地形なんだよな。てなわけでこの壁壊したら緑地化されるんじゃね？ってことで爆破して調査するぞー。使えそうなところは有効活用だぜ。やっべ、タンクの水が一つ空になってる。お宝池のポンプが止まったから、水の汲み上げが間に合わなくなったか。ポンプの増設を急ぐのだ。ポンプの増設ついでに液を追加してふと気づく、この上の液管路と繋がってないと。それじゃその管路の液今まで何の意味があったんだ？ただの飾りです。かなり長い間気づかなかったボンミスであった。まあ農地の方とも行き来するように設計したから、今後は農家さんも快適に仕事できるようになるよ。さいですか。干ばつ残りあと5日、貯水池の残りはあとこれだけ。タンクの水も3日分くらいありそう。なんとか干ばつを乗り切れそうだ。この部分、トンネルになってて水位が見にくいんじゃ地下水道って目視できないから地味にうざいよな。蒸発減るとかなら嬉しいけど普通に蒸発するのもナンセンス。お次は緑地調査だ残念水路が枯れて確認できず、あとここミスってんぞ。これはうっかり。爆薬再設置がめんどい。うっかりの代償だ。キリキリ働け。ポンプ前管路ステーション完成。これで長らく放置されてた上の駅も有効活用してもらえるぜ。またまた葉っぱお、植林場の埋め立て工事もう終わったのか。資材があると仕事が早いね。拡張した緑地範囲を確認したかったけど、爆破でちょい漏れて範囲わからず。乾いてからまた確認に来るか。貯水池工事は何度も活用しようとして、ほぼほぼ使われなかったくぼみを埋め。こっちの方もだんだんそれっぽい形になってきたな。あと少しで干ばつ終了、なんとか貯水も残ったぞー。
ハード難易度ラスボスの30日だったがなんとか乗り切れたぜ。ビーバーの数が増えたら危ないかもだけど、当分は安心して暮らしていけそうだね。などと思ってたら作物が枯れる寸前やないかーい。これにはレイムさんも思わず渾身のツッコミ。あと 1.5 日で枯れちゃう。いのー、ちの水。長かった干ばつ30日を乗り越え、命の水が帰ってきた。作物よ、なんとか耐えきってくれー。残り 0.5 日。よっしゃー、水路に水が流れてきたぞー。みるみるうちに復活していく作物、色々あったが大した被害もなく無事生還だぜ。では干ばつ30日を被害なく乗り切ったところで発展した街並みを眺めつつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。ラスボス30日干ばつに打ち勝ったビーバー、彼らはこの先どんな風に街を発展させていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。